はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。昨年の年末から引いた私の風邪もご覧のように良くなりました。動画に心配のコメントをしてくれた皆さん、本当にありがとうございます。ということで、私は2025年も変わらず、くだらない内容の動画を引き続き上げていきたいと思っておりますので、皆様には今後も動画をご覧いただければと思っております。ということで、本日はちょっと散歩をしながらですね、お話をしたいかなと思っております。本日の日にちは1月11日の土曜日でございます。時刻はお昼の12時ぐらいですね。今日皆さんにお話ししたいのが車についてです。はい。皆さんは車好きですか？私は車好きです。車を運転するのも好きだし、車を見るのも好きだし、当然車の雑誌を見るのも好きだし、モーターショーで車を見るのも好きだし、モーターショーに出ているコンパニオンのお姉さんを見るのも好きです。そんな車好きの派遣社員の私ですが、車を持っています。こちらの動画でご紹介しましたスズキの赤い車に乗ります。で、その私が持っているスズキの赤い車が今年の4月に車検を迎えます。3回目のちょうどっていうか4月で丸7年になりますね。で、そんなスズキの赤い車、当初はですね、ディーラーかどっかに車検を出そうと思っていたんですけども、一瞬ですね、車を買い替えようかなと思った時もありました。その買い替えようと思った車種というのが、スズキの黄色い車。そうです。同じ車種です。あえて同じ車種にしようかなと考えた時がありました。結論から申し上げますと、買い替えるのをやめて、引き続き車検を取って乗り続けようということになったのですが。で、私が一瞬その車を買い替えようと思った理由というのが、そのスズキのスイフトスポーツが、なんと、販売終了するという愚かな発表をしたからです。信じられますか？スズキのから出たスポーツグレードのスイフトスポーツ販売始めてから17年か19年経つこの人気の車種が販売終了するという、なんという愚かな悲しい発表をしたのでしょうか。本当に嘆かわしいの一言に過ぎます。で、今現在スイフトの標準グレードでは新しいフルモデルチェンジが発表されましたが、そのフルモデルチェンジしたスイフトスポーツの発表は未だにありません。今年発表になるのではないかという、車の雑誌の情報にもよりますけども、ただですね、私が一つ思ったのが、YouTube でも出てるんですけども、今年の4月から車検についての内容が変更があったというのをもしかしたら、ご存知の方もいると思います。まず一つ目の変更点としては、車検の受けられるのが以前は1月前だったのが4月からは2月前に車検を受けることができますよというものです。そして2つ目、これがめちゃめちゃ大事なのが、OB で検査というのが今度からその4月からの車検制度の変更で用いられる。そこなんですよね。その OB で車検というのが
OB で車検がというのは何かというと、車の故障診断システムを使って、車に故障箇所がないかというのを調べる。そういう検査が導入される、用いられることになったということなんですよ。で、今現在の車って、ほとんどその車の内部というのがコンピューターで制御されてるじゃないですか。なので、その故障診断装置というのをぶっ刺して診断して、あらかじめその故障箇所を見つけてやるというのが OBD、確か OBD 検査じゃなかったでしたっけ？オンボードなんとか今度が OBD ですね。で、その OBD 検査というのがまた厄介なんですよ。で、その4月から正式に採用される OBD 検査で危惧すべき内容というのが、その車の車載故障診断システム、ちょっと正式名称わかんないんですけども、そのシステムで、正常合格しなければ車検に通らないということです。で、そのシステムを使えば故障箇所だったり、あとは故障しそうな箇所を一発で分かって、とても便利じゃんと、これを聞いただけでは思うかもしれないんですけども、実はこのシステム自体、あとセンサー自体に不具合が起きた場合も、そこもすべてチェック、確認しなければならないというのが、この OBD 検査の最大の問題点だと思います。で、この OBD 検査で合格しなければ車検に通らないんですよ。わかります？なので、仮に車が正常だったとしても、センサーで、どっかが不具合が出てるとなったら、もうすべて剥がして中を確認しなければならないというのが、この OBD 検査の最大の問題点だと思います。だから、車検のその受けられる期間が、これまでの1月前から2月前にしたというのが、実質的な実質的なこの OBD 検査のやばいところではないでしょうか。恋愛思い通り大吉、矢移り転居急ぐがよし、とりあえず実家に住みます。お産安産、産後も順調、ありがとうございます。病心を安らかに信じてよ、はい。縁談自慢して嫌われるということで、そんな感じでございます。なので、その私が危惧しているのが、その車検の OBD 検査なんですよ。で、実はこれってもうすでに始まっていて、令和2年かな以降の
フルモデルチェンジした車がもうすでに対象になってるんですよ。わかります？なので、私が今回の4月の車検で、スイフトスポーツを、現行のスイフトスポーツに買い替えようと思った理由が、これなんですよ。はい。で、今私が乗っているこの赤い車。この車ね、とってもいいんですわ。はい。何がいいって、乗ってて楽しい。乗ってて楽しい。運転してて楽しいし、乗ってても疲れない。本当にね、いい車なんですわ。まあ、ワインディングロードを運転してても楽しいし、街中を運転してても楽しい。本当にいい車なんですわ。それなのに、鈴木はまさかのその販売終了という、もう、鬼畜の所業としか言いようのないことをやらかしたという状況なんですよ。で、私はその車検に通さずに、もう一回スイフトスポーツをもう買ってやろうかと。買い替えようかなと一瞬思ったんですけども、確か、年前のネットの記事かなんかで、まさかのもうすでに、現行のスイフトスポーツの受付を終了したというショッキングな記事が出てました。多分、本来であれば、今年の2月ぐらいまでその現行のスイフトスポーツの受付をするということになってたんですけども、もう私のように、わーっと注文が殺到して、もう受付いっぱいいっぱいになっちゃって、もう去年の年末でもう終了しますになったんじゃないでしょうか。はい。で、その鈴木としては、生産販売終了すると同時に、スイフトスポーツのファイナルエディションという、出力、パワーとかは全く変わらずに、外回りの見た目だけでちょっとごまかしたというファイナルエディションを発表 しました。じゃあそのファイナルエディションでもいいんじゃないのと思うかもしれません。値段的には20万かぐらいかな。ちょっと高くなります。で、私は今現在もスイフトスポーツを乗って、で、さらに今回買い替えようかなと思った理由というのが、今現在の、スイフトスポーツには、私のスイフトスポーツにない装備がいくつかあります。まず一つ目が、後ろのバックセンサー。これ、あるじゃないですか。バンパーについてるセンサー。あれがない。あれが今のスイフトスポーツは標準装備。そして、それに連動した横のサイドミラーの斜め後ろに車いますよというシグナル。あれも標準装備。これいいっすよね。なんか乗ってても隣の車で斜め後ろに車いますよって近づく。あれ、かっこいいっすよね。そしてもう一個。あと二つか。スピーカー。最初発売された時はフロントの2スピーカーだったのが、今現在は後ろのリアドアの4スピーカープラス前にスイーターが2個ついている6スピーカー標準装備。で、最後、あと1個が、クルーズコントロール。私の現行のスイフトスポーツにもついてるんですけども、今現在のやつには、私の後のモデルには、全車速対応のアダプティブクルーズコントロールが、これも同じく標準装備されてるんですよ。わかります？だから今現在の現行のスイフトスポーツは、私が買った時よりも値段は10万円かアップしてますけども、それでも今の内容を踏まえても、とても全然ありな車なんですよ。で、先ほども申し上げたように、運転していて楽しい。そんな車がまさかの販売終了。参っちゃいますよね。なので私は、車検を通さずに、もう現行のスイフトスポーツを買い替えようかなと思ったらまさかのもう受付終了。がっくり。その後もですね、ちょっといろいろと考えたんですけども、結論としては、このまま車検を通して、今の現在の私のスイフトスポーツをぶっ壊れるまで乗るぞということにしました。で、もし今年スイフトスポーツがフルモデルチェンジして発売されたとしても、
多分そのスイストスポーツには、モーターとバッテリーというわけのわかんないものが乗っかって、純粋に、その車、内燃機関の車を楽しむことができないモデルが多分発表されるでしょう。そしてさらに申し上げれば、そのフルモデルチェンジした今後のスイストスポーツは OBD 検査の対象となるので、もし車検の際、その自己診断装置に不具合が、エラーメッセージが出た場合は、場合によってはもう、その検査工場に行って、下手したら1週間。今までの車検だったら大体2日ぐらいで戻ってくるじゃないですか。それが下手したらもう1月ぐらい車がない状態が起こる。かもしれない。それが OBD 検査の対象に今後のスイフトスポーツもなるかもしれない。ということで私は現行のスイフトスポーツをちょっと考えたんですけども、ダメでした。いやーほんとね、鈴木さん、ダメですよ。ダメですよ。と、私は思いました。はい。先ほどの車の話の続きなんですけど、じゃあ実際その車を買い替えるということで、じゃあおめえに金があるのかと言われたら、隠し財産が少しあります。それを頭金をぶち込んで、残りをローンでなんとか買うこともできましたが、やめました。引き続き車検を取って、私は引き続き鈴木の赤い車を乗り続けようと思います。車買ったらすぐ施工。白山50。これちょっと食べたいですね。神宮茶屋の、なんだっけ名物忘れちゃった名前。神宮茶屋の、なんとかというお餅。うるち米のお餅、中にあんこの入ったやつをこう、プレスして、平べったくしたお餅なんですよ。あった。焼きたて、ふくれ餅。これ美味しい。これちょっと食べる。あとですね、この、これだ。六花亭のハンガー様。これもですね、この北海道神宮しかないんですよ、ハンガー様。で、こっちはですね、同じくうるち米の大福をそのまま軽く鉄板で表面を焼いて、焼いたお餅なんですけども、これも美味しい。どっちも美味しいけど、私はこっちのふくれ餅。並んでますね。多分向こうのハンガー様も並んでると思います。ちょっとこの、神宮 J のふくれ餅、これを並んで食べたいと思います。ふくれ餅、美味しかったです。30分並んで、1分で食べ終えてしまいました。それがふくれ餅。皆さんも
ぜひ、ふくれ餅、北海道神宮にお越しの際は、こちらのふくれ餅を召し上がってみてはいかがでしょうか。この境内の中、基本、食べ歩き禁止で、ゴミが出たら各自でお持ちくださいという、こういうありえない看板が出ています。で、その原因としてはですね、カラスが飛んでるんですわ。カラスが頻繁に。なので、そのゴミを狙ってカラスがやってくるんで、まあ、ゴミは持ち帰ってくださいという看板が出てます。でもね、こんなね、お好み焼きとか、たこ焼きの容器を持って帰れって、それはちょっとね、あまりにも酷ですわ。なので、一応、境内の中に、ゴミ袋を持った人がいるんで、その人にお願いしますって渡せば、まあ、ゴミを持ってもらえます。あとは、その店舗にですね、お願いしますって渡せば、引き取ってくれる場合もあります。いやー、それにしてもですね、人が多い。今日は1月12日の土曜日です。で、とうにお正月三が日は過ぎてしまったんですけども、多いですわ。ね、いいですね。あんな感じで、振袖着て、女性が記念撮影をしています。素敵ですね。ナイスですね。で、さっきもですね、境内の中に、振袖を着た女性が歩いていて、で、言葉を聞いたら日本語ではなかったんで、結構海外の方が、ああいう振袖を着て記念撮影をするというのが、定番のプランというか、コースになっているのでしょうか。この北海道神宮のもう一つの名物、六花亭の半願様。並んでる。六花亭の半願様。並んでる。今年は半願様やめますわ。今日はそこまで気温が寒くはないんですけども、やっぱり30分も並んでいたら、ちょっと体が冷えてきたので、今日は、車のお話をしたという動画内容でございました。ということで、本年も引き続き私の YouTube をご覧いただければと思っております。それでは皆さん、今年もよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録のまだの方はどうぞチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。ただいまの時刻は、午後1時30分を過ぎたところです。昼飯を食べたいと思います。なんかいいのがないかな。